動画をご視聴の皆さん、こんにちは、ゆうです。本日はオシレーターを使った時の判定時刻の決め方についてお話しします。今タイトル噛みかけたタイトル噛みかけましたね。はい。最初からね、冒頭からいきなり噛み始めて大丈夫かよという感じなんですけど、はい。前回はね、その LINE トレードを使って、じゃあ直近の動きを見ていきましょう。LINE にタッチした時の動きを見ていきましょう。というところで、あとは出来高ですね。ATR とか出来高を含めたノウハウと組み合わせた時は、直近判定がいいよというお話をさせていただきました。今回はね、みんな大好きオシレーターですね。バイナリーオプションにおいてね、順張りっていうのはナンセンスなんですけども、そのナンセンスな理由もね、ハイローのレートの取り方っていうのを見れば誰もがわかると思うんですけど、基本的にバイナリーオプション、短期トレードになると逆張りの方が有利になってくるんで、その逆張りの時にね、じゃあ何を使ってどうやって判定時刻を決めていくのかというところについてお話ししていくんですけども、相性っていうのがあります。インジケーター同士の相性というのがあります。例えば、MA あるじゃないですか、ムービングアベレージなんですけども、これ赤が100です。いわゆる100で、黄色が50なんですけども、 MA とオシレーターの相性っていうのはいいです。ストキャスティックスとかになるとあんまり意味ないですね。 MA とストキャスティックスは意味ないですけど、RSI とか RCI とか、そういった有名どころのインジケーターとは割と相性がいいです。で、どういう風な時に、判定時刻をね、ちゃんと明確に決められるかっていうところなんですけども、 MA っていうのは要はローソク足から持ってきて、その平均値を取得してくれるわけですよ。これはSMA なのでね、特に単純移動平均線なので、平滑化とかそういったことも行ってないので、単純にローソク足から持ってきたインジケーター、角度ですね。どの方向性に行くのかっていう角度なんですけども、短期と長期をね、これとこれを使うことによって、割と判定時刻は分かりやすくなってくるし、危険な相場っていうのも回避できるようになります。で、RSI とかの弱点、本当にこれはメジャーなんでね、誰もが使ってるインジケーターなんですけども、RSI、メジャーどころで言うと14ですかね。入れていきましょう。はい。14で、多分30、70以上以下、っていうところがいわゆる一般的に使われているノウハウかなと思うんですけども、僕が昔ね、ツールを買って全然稼げなかったツールも RSI30、70だけでしたけどね。と、あとなんだっけな、ボリンジャーバンドだったか忘れたんですけど、そんなインジケーターなんですけども、僕もね、以前 RSI はすごい使っていて、オシレーターの中でも最も強いなっていうのは、RSI だと思ってるところもあります。はい。で、その RSI をどうやって使うかというところなんですけど、判定時刻はやっぱり難しいじゃないですか。特に7月20日の週、最初何日か忘れたんですけど、その週って本当に上下ドル円が急騰して急落してみたいな、とりあえず激しい相場で、逆張りトレーダーっていうのは本当に苦しかったと思うんですけども、これでも RSI を使って負けない方法っていうのがあるんですね。判定時刻をうまく使うことによってっていう話なんですけども、70とかで言うと、ちょっと待ってください、これカスタムしなきゃダメですね。レベル表示で30と70と、はい、30、70追加すると、この足から入るわけですね。はい。で、判定時刻短めなら勝つけど長めなら負けてるという状況です。で、ここの判断ですね。判断がすごく大事で、MA を見ることによって、これはオシレーターを使っちゃいけない、使っても大丈夫っていうのがまず前提条件として分かります。で、プラスアルファで判定時刻を見極めることができます。で、どういったところで見極めるかっていうと、この MA のクロスした時点あるじゃないですか。クロスした時点。この時点ってオシレーターが必ず反応する部分です。必ず反応する。要は長期線を短期線がぶち抜けるときっていうのは絶対オシレーターが反応します。なので、ここが
クロスした時点でのエントリーっていうのはできるだけ避けた方がいいです。避けた方がいい。どっちに行くかわからないんですね。強いのか弱いのか。もちろん30、70って時点で勝率って 55% ぐらいあります。約 55%。で、ヒゲ、坊主か坊主じゃないか。で、坊主で言うと、さらに言うと勝率 56% から 7% 付近まであります。なんで、ローソク足とオシレーターを極めるだけでそこまでいくんですけど、さらに 60%、70% の勝率を出していくっていうと、もっとローソク足を見たり、その角度を見なきゃいけなくなるんですね。で、そこで言うと、まず一番最初避けるべきポイントっていうのが、この MA のクロス。ここは本当にどっちに行くかわからないので、やめた方がいいです。で、どんなところをじゃあ狙っていくかっていうのと、判定時刻を見極めるときってどうするのかっていうところだっていうと、この MA が戻ってきたときなんですよ。角度がものすごくクロスして開き始めるんですね。強い上昇をすると。で、開き始めて縮小し始めた時のオシレーターっていうのはすごく信用できます。はい。ここで言うと、ここら辺のオシレーターって本当参考にならないんですよ。なんでほぼ負けてますよね。こことかも RSI75 以上までいってますから80ぐらいまでいってます。ここ付近。なんで当然逆張りトレードはここは全部負けるんですよ。絶対負けます、ここは。勝てないです。どの判定で相手も。で、やっとここで勝てるんですね。でも MA は収縮してないので、ここもたまたまっていう可能性が高いです。じゃあどういうところかっていうと、こっちに今戻ってくるじゃないですか。ここの幅は狭いんですけど、開き始めるんですね、必ず。開き始めて戻ってきた時に、オシレーターが効いた時なんですよ。なんで、こういうところですね。これは70付近まで行ってないんですけども、ここは多分行ってます、間違いなく。このヒゲの部分は70まで超えている可能性が高いです。で、収縮し始めて、また上がり始めた時の RSI っていうのはすごく信用高い。MA が収縮しました。ここ収縮してますよね。ちょっとだけですけど。で、次もう一回行き始めた時にオシレーターが反応した時っていうのはすごくいいです。で、こういう時は、MA が収縮して戻った時は、できるだけ長い判定の方がいいですね。で、MA が近い時、こういったところですね。すごい近いじゃないですか。レンジの時ってMA 収縮するので近くなるんですね。で、近くなった時は直近判定、いわゆる10分後ですね。で、収縮して戻った時っていうのは長い判定がいいです。いわゆる14分から10分の間ですね。の長い判定が勝率が非常に高い、とこになってます。RSI で言うと。はい。ストキャスティクスは意味ないんでね、こういうところの相場でストキャスティクスは全く無意味なんで、使っても意味ないんですけども、RSI で言うと MA との相性がいいので、MA が戻ってきた時っていうのはすごくいいところです。また、RSI が強い時っていうのはこういうところですね。一定の MA 幅でずっと行き来している時の RSI は結構信用が高いです。いわゆるボックスレンジですね。の時とか強いですね。で、ここで言うと、ここら辺はオシレーターが反応したら、例えばこことかギリギリ反応してますね。とかだったら短い反応、足なんで、これ勝ちです。で、これは微妙ですね。ヒゲ。タッチしてないかな ?RSI。タッチしたところからで言うと多分勝ってるんですね。で、ここは MA が収縮し始めてブレイクする瞬間、要はクロスするなっていうところですね。なので、危ないところなんで触れない。でもリアルタイムで見えると、もしかしたら入ってるかもしれないですね。でも短い判定なんで勝ってますね、ここ。で、クロスし始めるんで、ここから上のは危険ですね。なんで、ここは全く入らない。ここも入らない。で、縮小し始めるのを待つので、ここら辺はずーっと入らないです。オシレーターで。で、ここら辺から縮小してきて、やっと入り始める。で、いわゆるこれは入りますね。はい。これは入ります。しかもなんかラインあるし。はい、入ります。短いのでもいいし、長いのでもいい。でも縮小し始めたところからで言うと長いのになりますね。なんで勝ってます。はい。こっちで入ってたら微妙かな。もしかしたら15、10。こっちなんで入ってますかね。はい、勝ってますね。一番長い判定で勝ってます。こっちも長い判定で勝ってます。なんでダブル取りですね。はい。というふうに使っていくと、非常に RSI は有効的だよと。なんですけども、正直 MA 外してもいいです。はい。いらないっちゃいらないです。ローソク足から見れるので、ボックスレンジを自分でゾーン作ると。今日のボックスレンジはどのあたりだなと。
はい、レンジできましたと。じゃあこの間のゾーンでエントリーしていこう。じゃあボックスレンジ抜けたら危険っていうところからで言うと、ここから上ってエントリーしないんですよね。はい。じゃあ今日はもうおしまいっていう風に相場を割り切ることができます。じゃあ今日、ドルカナダを見てるんですけども、今日はドルカナダエントリーしなくていいねっていう風になります。なんで、オシレーターを使うと判定時刻をこうやってうまくMA と組み合わせることによってできるんですけども、今日割り切る通貨っていうことも決められます。はい。なので結構楽ですね。ずっと相場張り付いてても全通貨見るって大変じゃないですか。こういった通貨を省けるっていうのはすごくいいんじゃないかなと、思っています。なのでオシレーターの使い方、判定時刻の使い方で言うと MA を結構最初は大事にして、慣れてきたら自分でゾーンを作っていくと。で、それも慣れたらゾーンいらないですね。もう目視だけで判断できる。しかもここのローソク足がどんなものかというのを実体ベースで見ていって、坊主、上髭陰線、下髭陽線とか、出た時の継ぎ足の確率っていうのも自分の頭の中でバックテスト取れば分かるので、ここの勝率っていうのも大体分かります。なのでこっちは順張りとしてトレードできるので、こっちはバイナリーオプションでトレードしよう、じゃあブレイクしてから FX にしようっていうところで切り替えすることもできます。一通貨だけエントリーする人とかはね。なので時間をうまく、投資をやっていてね、使うことができるかなと思います。で、わざわざなんかわかんないけど、こういう荒れた相場すごい好きな方とかいるんですけども、勝てるわけないのね。だってどっちに行くかわかんないから。はい。こんな MA もブレイクしたら、機関投資家が入ってるっていう判断もできますから、そういったところでね、わざわざトレードしてオシレーター使って負けるっていうのは非常に僕の中ではナンセンスかなと、思っていますので、ここの部分でいちいち取引しないことですね。当然だけども、ブレイクし始めたら RSI って効かないんですよ。だったら、もっとうまい使い方するんだったら、時間足の MA 使って、プライマリートレンドを、もう遅い。プライマリートレンドを、理解すると。プライマリートレンドを理解した後にね、MA の角度を見て、そこからピプスまで取って、どういうふうに取引していくかまで決めていければいいと思うんですけども、そこまでやってる人ってほとんどいないじゃないですか。はい。そういうやり方だったらまだいいかなと思うんですけど、いちいちこういうところで戦わないっていうのは非常に重要になってくるポイントなのかなと思ってます。荒れた相場に足を突っ込まない。で、自分のレンジをブレイクした瞬間、予測不可能と、判断したら触れないということをしていくといいですね。だからエントリー回数を増やすことってめちゃくちゃ簡単なんですよ。誰でもできるというか、なんですかね、本当に誰でもできるんで、素人でもできるのでね。ただエントリー回数を削ることっていうのは、なかなかベテランじゃないとできないことだと思うので、いかにね、見て我慢できるかっていうところと、自分が想定外のことが起きた時に、どういう動きをするかわからない時にね、ちゃんとその相場分析をして次へ備えられるかというところですね。いわゆるこれが罠なんですよ。自分にとっての罠。ここのゾーンだったら俺の獲物だぞと。でもここからは、要は自分が獲得できる獲物ではないと割り切れるかどうかっていうところですね。は非常に重要になってきます。はい。もちろんここも取れるトレーダーさんっていうのは上手な方はいっぱいいます。いっぱいいるんですけども、これは逆言えばこっちは取れないトレーダーさんなんですよ。レンジが得意かトレンドが得意かってトレーダーさんで分かれるので、どっちも取れるトレーダーだったら本当に素晴らしいトレーダーですけども、まず一つを極めるっていうことをしていくのが重要なのと、負けないというところが重要なので、一番最初はね、こういうところで例えば逆張りしたらもう絶望的じゃないですか。もう絶対に帰ってこないので。でもこういうところって万が一急騰したりっていうことが、急騰したり急落して、勝てるっていうことがあるので、まだ可能性僕はあると思ってるんですよ。で、危険な相場で僕は足は絶対突っ込まないようにしてるので、皆さんも割り切りトレードをして判定時刻をうまく使い分けて、やってみるのはどうでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。良かったと思ったらグッドボタンお願いします。バイバイ。